あと14日なのだ。この14日間が終わった瞬間、日本のガソリン代と電気代が一気に跳ね上がる可能性があるのだ。14日後って具体的に何が起きるんですか？ホルムズ海峡の話と関係してますか？そうなのだ。2026年4月8日、米国とイランは14日間の停戦に合意したのだ。でもこれは本当の平和じゃないのだ。停戦の条件は今もギリギリのところで綱渡りをしていて、ホルムズ海峡はもう一度閉まりかけているのだ。今日は3つのことを解説するのだ。なぜこの停戦が成立したのか、なぜたった14日間なのか、そして日本人の暮らしにどう直撃するのか、なのだ。そもそも、どういう経緯でこの停戦になったんでしょう？ついこの間まで、文明全体を滅ぼす、みたいな脅し文句が飛び交ってましたよね。時系列を整理するのだ。2026年2月28日、イランへの攻撃が始まったのだ。当時の最高指導者ハメネイ師が死亡し、息子のムジタバが後継者となったのだ。そしてトランプは、報復しなければ文明ごと終わらせる、という超強硬な、ウルティマタム、最後通告を出したのだ。それに対してイランが取った反撃がホルムズ海峡の閉鎖だったのだ。これが世界経済への最大の脅しになったのだ。ホルムズ海峡とは何か、例えで言うと、世界の石油輸送の引頭なのだ。ここが詰まると、世界中のエネルギーが息ができなくなるのだ。ホルムズ海峡って、具体的にどのくらいの石油が通ってるんですか？日本にとっての重要度がまだピンとこなくて。日本が輸入する原油の約 90% が中東から来るのだ。そしてその多くがホルムズ海峡を通るのだ。つまり日本のエネルギーの生命線がここにあるのだ。封鎖が長引けばタンカーが来なくなる。原油が来なければ電気も作れず、ガソリンも作れないのだ。あ、だからスーパーの食料品から電気代まで全部つながってるんですね。原油って単純にガソリンだけじゃなくて、プラスチックから肥料まで全部の原料になってるじゃないですか。それが来なくなるって想像するだけで怖い話です。そこで停戦の話に戻るのだ。4月8日の朝、トランプはトゥルースソーシャルに投稿したのだ。イランと14日間の双方向停戦を合意した。ホルムズ海峡を再開通させると。そしてイランは体制の生産的な変化を経験していると確認できるとまで書いたのだ。 NYT によると、これは最後通告の期限ギリギリのタイミングだったのだ。体制の生産的な変化ってそれとアンプがイランは変わったと自分で解釈したってことですよね。イラン側は当然そんなことは認めてないですよね。鋭いところをついているのだ。実はここが今回の停戦の最大の問題点なのだ。双方がそれぞれ自分が勝ったと国内に向けて発信しているのだ。イランの国営テレビは、これはアメリカの歴史的圧倒的な敗北だと報じた。一方でホワイトハウスは、イランが折れたという姿勢なのだ。EL、DAS は2社が勝利を叫んで衝突していると報じているのだ。ここで重要な、なぜの深掘りをするのだ。なぜ停戦はたった14日間なのか。理由は3段階あるのだ。第1層、イランの条件リストが高すぎて、今すぐ全部飲めないから。第2層、トランプ政権が国内向けに強さを演じながら退路を確保する必要があったから。第3層、仲介役パキスタンでの本交渉の場を作るための時間稼ぎが必要だったからなのだ。イランの条件リストって具体的にどんな内容なんですか？停戦を受け入れた側がそんな長い要求を出せるものですか？むしろ強い側みたいに見えますよね。イランのイスラム国家安全保障最高評議会が提示した条件はこうなのだ。全制裁の解除、米軍の中東全基地からの撤退、ウラン濃縮の承認、凍結資産の返還、国連安保理の対イラン決議の廃止、そして戦争の損害賠償まで含まれているのだ。国際情勢専門家アンドレス・レペットは LA、NACIN に、これは米国が絶対に受け入れられない要求だと述べているのだ。さらに停戦を複雑にしているのがレバノン問題なのだ。イランはレバノン停戦が実現しなければイスラマバードの交渉には参加しないと主張しているのだ。その同じ日、イスラエルはベイルート中心部を攻撃し、少なくとも182人が死亡したのだ。ホルムズ海峡も一度再開通した後、イスラエルの攻撃を理由にイランが再び閉鎖を宣言したのだ。これが14日間停戦なのにすでに揺らいでいる現実なのだ。でもこの混乱、実は日本の電気代に直撃するのだ。ここまでの話をまとめるのだ。停戦は合意されたが、条件の解釈は米とイランで真逆。14日後に本交渉がある。そしてレバノン問題でホルムズは再び揺れている。ここからが本題で、これが日本の家計にどう影響するか、具体的な数字で話すのだ。ホルムズが完全に封鎖された場合、日本はどのくらいのダメージを受けるか、実際に数字で教えてもらえますか？感覚的には大変ってわかるんですが、具体的にどのくらい大変なのかが知りたいんです。計算してみるのだ。
現在の原油価格は1バレル約80ドル台で推移しているのだ。封鎖が長期化すれば過去の事例では1バレル100、130ドルまで急騰した実績があるのだ。仮に100ドルになった場合、日本のレギュラーガソリンは1リットルあたり約20、30円上昇する可能性があるのだ。月に50リットル給油する一般家庭なら月1000、1500円の追加出費なのだ。電気代はさらに深刻なのだ。日本は液化天然ガス LNG でも中東依存が高い。原油高騰と LNG 高騰が同時に来ると、標準家庭の電気代は月に2000、3500円の追加負担になりうるのだ。ガソリンと合わせれば月3000、5000円の家計直撃なのだ。年間にすると3万6000、6万円のコスト増加なのだ。年間6万円近く、それって相当な額じゃないですか。しかも賃金が急に上がるわけじゃないですよね。同じ収入で毎月の出費が増えるって、特に住宅ローンを抱えた子育て世代には二重三重のパンチですね。しかも日本には代替ルートが限られているのだ。スエズ運河経由にすれば輸送コストと時間が大幅に増加するし、アフリカ南端の希望峰を回るルートはさらに遠い。タンカーの増加コストは最終的に電気代や食料品の値段に上乗せされる。食品メーカーが使う燃料費、包装コスト、輸送費が全て連動して上がるのだ。スーパーの食品値上がりも連鎖的に起きる可能性が高いのだ。ちょっと待ってください。視点を変えると、イランがここまで強気に条件を出せるのは、まさにホルムズを武器として持っているからですよね。経済制裁で何十年も苦しめられてきたイランからすれば、ようやく世界に対して対等な交渉カードを持てたという側面もあるんじゃないですか。一方的に被害者を責めるような見方ではなく、構造的な問題として見ることも必要だと私は思います。それは重要な視点なのだ。実際、イランは1979年以来、断続的に米国の制裁を受けてきたのだ。経済は疲弊し、国民生活は長年苦しかった。その意味でホルムズカードは最後の切り札なのだ。ただ僕の見立てを正直に言うと、これは国と国の利益の話であって、最後に苦しむのはイランの一般市民と日本の一般家庭という皮肉な構造があると思うのだ。ショスタル州でドローンの破片で7歳の女の子が亡くなった事実がそれを示しているのだ。冒頭であと14日と言ったのだ。その14日で何が決まるかをまとめるのだ。JD バンス副大統領がイスラマバードでイランと本交渉に臨む。そこでイランの条件リストをどこまで飲むかが決まる。交渉が決裂すれば、ホルムズは再び完全封鎖に戻る可能性があるのだ。そしてその瞬間、日本の原油輸入は急停止のリスクにさらされるのだ。14日後の交渉、どっちに転ぶと思いますか？先輩の個人的な読みを聞いてもいいですか？最悪と最良、どちらに近い展開だと見ていますか？正直に言うのだ。僕は部分合意でまた延長が一番可能性が高いと見ているのだ。なぜかというと、米国もイランも本格的な再開戦に踏み切るコストが高すぎるからなのだ。トランプにとって再選後の政治的リスクがある。イランは軍事力でまだ疲弊している。だから14日ずつ伸ばしながらじりじりと交渉が現実回になる可能性が高いのだ。ただそれはホルムズが半開き状態を続けるということで、原油価格は高止まりし、日本の電気代とガソリン代は当面下がらないのだ。今日覚えておいてほしい数字は一つだけなのだ。日本の原油中東依存率 90% なのだ。この数字が変わらない限り、ホルムズで何かが起きるたびに日本の家計は揺れ続けるのだ。ではあなたに聞きたいのだ。14日後、交渉は成功すると思うか？失敗すると思うか？成功か失敗だけでいいからコメントしてほしいのだ。14日後に答え合わせをするのだ。今日の動画はここまでなのだ。チャンネル登録とグッドボタンを押してくれると、こういう深掘り解説を続けられるのだ。次の動画では、今回の停戦交渉の舞台となったパキスタン、イスラマバードがなぜ仲介役になれたのか、その地政学的な理由を掘り下げるのだ。実はパキスタンとイランには意外な関係があるのだ。お楽しみに、なのだ。